はい、ということでロシアからのブログでした。帰国します。で、ただここでね、ちょっと大きなトラブルが発生しました。事前に予約してた船のチケットは勝手にキャンセルされてしまったんですよ。じゃんじゃんということで急遽で、飛行機を検索して日本へ帰るルートは飛行機になりました。かなりの長い乗り道になりそうなので、それもできたらブログにしたいと思います。まさか勝手に船の予約がキャンセルされるとは思っていなかったです。さすがロシア。ということで家から40分ほどの空港に向かってます。なんとか飛行機のチケットは取れたけど、果たして無事に日本に帰れるのかな。今回飛行機のルートはこちら。サハリンから中国、中国から東京、そして札幌。長旅になりそうです。わー、初めてこの空港見た。なんやこりゃ。さあ着きました。サハリンのエアポートが変わってこんな立派な空港になりました。初めて見た。これは驚きですね。Это с какого года у вас уже в эксплуатации? 3-4 года, что такое. 3-4年前できたらしいです。空港は最近リニューアルされたようです。私の知ってる空港とは全然違う。私の地元にこんな大きな空港ができるなんてびっくりです。いやー、なんとこの綺麗な空港は国内線だけでした。国際線は前にもともと使ってた空港そのまま使われてます。さあ国際ターミナルへレッツゴー。これは国際線ターミナルですね。もともとこれは国内線と国際線として使われてた空港ですね。はい、こちらが国際線。私の知ってる空港です。懐かしいね。深夜12時15分出発して北京に着くのは深夜1時15分ですね。で、サハリンとの時差は3時間があるらしいですね。あっという間にお別れの時間です。またしばらく会えないですね。ではロシアから北京へ出発。機内食もついてます。シンプルなサンドイッチですが意外と美味しかったです。お水と紅茶もいただきました。こちらの果物とサラミはママンのお弁当。さすがママンですね。食いしん坊の私のことをよくわかってる。なんとか飛行機に乗れて出国できたので一安心です。はい、ということで北京へ到着しました。快適なフライトだったんです。あっという間に着きました。食べて寝てもう到着だ。で、あとは荷物を受け取って入管取って8時間待ちです。次のフライトまで。さあ中国空港はどうなの楽しみです。中国に来たのも初めて。人生初の中国です。想像と違ってすっごく大きくて立派な空港みたいです。さあ無事に入国できました。結構テキパキしてるから割と入国できるの早かったです。それはありがたいこと。あとは
空港が広すぎて荷物がどこなのかめちゃくちゃ探し回ってた。でようやく見つけた。一番端の方に行った。なんかラストの荷物が回されてるので、あ、うちの子だ。これですね。おかえり。よいしょ。荷物を受け取った場所で驚きの発見。なんとシャワーがあります。なんと空港内にシャワーがあります。すごいわ。シャワー入りたい気分がよくわかってる。このシャワーは無料で使えるようです。スタッフに頼めばタオルも貸してくれるみたい。親切ですね。リフレッシュしたいので私も入ってみます。ちなみにシャワーすっごく良かったです。シャワー入った後は税関で手続き。はい、ということで、入国できました。さあここでちょっと6時間、次の便6時間待ちです。空港内を体験していこうと思います。レッツゴー。この空港は北京大興国際空港です。2019年にできた比較的新しい空港です。ターミナルは独特な形をしていて、建築としてもかなり有名な空港のようです。私は知りませんでした。天井が高くて白い曲線が広がるようなデザイン。かなり未来感のある雰囲気です。半端なく広いので休憩する場所を調べたりする必要がありそう。さてと、東京行きのフライトをまず探してからゆっくりしたいと思います。広すぎてどこに何が出てるかさっぱり。まずは両親にも無事中国に着いたことを知らせたいところです。 Wi-Fi が登録しないと使えないようですが、こんなこともあるだろうとちゃんと準備してきました。海外旅行ではインターネットが命綱。でも空港で SIM を買ったり Wi-Fi ルーターを借りるのは大変ですよね。そこで私が最近使ってるのがセイリっていう eSIM アプリです。200以上の地域で高速通信が利用できます。アプリで投稿先とデータを選ぶだけで到着後すぐにインターネット接続、物理 SIM の入れ替えや長い列に並ぶ必要もありません。さらに広告ブロックやウェブ保護機能が標準搭載で無駄な通信をカットし、危険なサイトをブロックしてくれるのも魅力です。私も以前は現地 SIM を探しで苦労しましたが、今は到着後すぐに地図や翻訳が使えます。無駄な時間を節約し、旅に集中できるのでおすすめです。今ならプロモコードノーゼナリオナで 15% オフになります。概要欄のリンクセイリ .com/ノーゼナリオナや QR コードからぜひチェックしてストレスフリーな旅を楽しんでください。準備も整ったので探検していきましょう。わ、これは24時間のなんか自動販売機コーナーみたいですね。自動販売機は現金は使えないようです。中国はキャッシュレスが進んでるのかな。ドリンクの値段は日本より少し安いぐらいかな。マッサージ機もあったのですが、これもキャッシュレス。チャージステーションはたくさんあります。コンセント以外にも USB 充電もできるみたいです。ここは水ステーションがあるんですね。ドリンキングウォーターで、しかもここでホットと冷たい水が出ます。無料です。冷水欲しいですね。どうやって入れる？わあ、冷たくて美味しい水だ。こういう無料で飲めるのが本当にありがたいです。空港内はいろんなところにありますね。なんか私が思ってたより中国の空港がすっごく便利でびっくりしてます。おっと、なんだとファミリーマート発見です。
全家ファミマートわお、入ってみましょうか。日本のコンビニと値段の感覚は近いですね。なんとコンビニで花束が売ってます。すごいサービスですね。98元。お、マックもありました。お値段はあれ、もしかしてここはリチャットペイ？ここで日本のクレジットカードが使えるようです。お腹がだいぶ空いてきたので、中国のマックで一ちょい食べたいと思います。ちょっと小腹が空いたので、とりあえずマックで食べようと思います。チーズバーガーセットですね。27元、日本円で言うと700円ぐらいかな。いただきます。マックの味は日本のマックの方が私は美味しく感じましたね。国によってマックの味が違うのかな。座れる場所を探していたので助かりました。深夜の4時頃なのですが、お店が開いてて便利ですね。スタバとかも開いてました。改めて見ても本当に綺麗ですね。美しいな、このデザイン。やっぱお気に入り。はい、ということで無事にチェックインしました。あと少しで、北京から東京羽田で飛びます。よいよい、大好きな日本へ戻りますね。なんかで戻ってきたらいろいろ食べたい。お寿司とかラーメンとか、あと私の大好きな天丼。楽しみ。そう、今朝からね、今朝って言っても深夜から結構賑やかになりました。人も増えたし、パトロールも増えてる。無事に入管と、税関通りました。結構空港が大きくてかなり迷ってるんですけれども、あとちょっと飛行機になります。ここも結構広くていろんなお店がありますね。ちょっと興味ないかな。プライオリティパスで使えるラウンジがあるようなので、そちらに向かいます。スタッフさんも親切だし、広くてなかなか綺麗です。コーヒーやドリンク、カップ麺や軽食がありますね。ただなぜか結構すごい変な匂いが充満していて、ご飯を食べる気になりませんでした。換気扇が壊れたなのかな。お茶だけにしました。隙間時間で仕事に集中します。搭乗口へ向かう途中でもう一つ意外な場所を見つけました。空港の中に小さな中国庭園のような空間があったんです。チャイニーズガーデンがあるらしいですね。空港の中で行ってみましょう。おー、
大きな場所ではありませんが、素敵なデザインで空港の中に庭園があるのは少し驚きました。時間がなかったのでゆっくり見ることはできませんでしたが、短い乗り継ぎの中で印象に残った場所の一つです。いつか中国にも旅行で行ってみたいですね。よし、この後はいよいよ東京行きの飛行機に乗ります。機内食はこんな感じ。なかなか美味しかったです。私は全部食べました。さて、羽田に着きました。はい、羽田空港に到着です。正直もう体力はありません。もうくたばってます。で、ここからあと1回乗り継ぎですね。羽田から札幌まで。あと一踏ん張りだ。頑張ります。とりあえずラウンジで一休憩。いやはや長い時間の移動は結構体が応えます。早くお家に帰りたい。やっと戻ってきました。Welcome to 北海道。お久しぶり。会いたかった。疲れたわ。さあ来ました。大好きな天屋さんですね。実は北海道に天屋があるのは新千歳空港だけです。久々に美味しい丼が食べたい。輝く天丼、そしてお味噌汁。いただきます。美味しいわ。やはや日本で食べるご飯は最高です。言葉出ない。米の種類と炊き具合が違うし、あとやっぱりこの醤油だれのソース、ここでしか味わえない。最後に今回の帰り道について。総合移動時間は22時間。費用は合計で15万7,000円かかりました。いやー、結構きつかった。でも初めてのルートだったので、なかなかいい経験になりました。それでは今回はここまで。また日本でお会いしましょう。パカパカー。